こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、片栗粉でミルク餅を作りました。で、今回はね、あんこで味付けしています。すごい簡単にね、楽しかったです。めっちゃ作ってて。はい、じゃあ作り方いきたいと思います。作り方です。鍋に牛乳。今回ね、ちょっと牛乳がうちになかったんで豆乳で作ってみます。お砂糖、片栗粉、3つを加えて火にかけて混ぜ続けます。焦げないように気をつけてください。ほら、するとだんだんなんか塊みたいのができてるの分かりますかね。だんだん力がいるようになってきました。はい、お餅みたいになりました。で、火を止めます。お餅を冷水に入れます。はい、こんな感じです。冷水の中で好きな大きさにちぎります。ちょっとお団子っぽい形にならなかったですね。まあでも味はいいと思いますトッピングとしてあんこを加えます。じゃん、完成です。お餅大好きやけめっちゃ美味しそうでした。きな粉がねあったらきな粉でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとねきな粉なかったのであんこにしました。あんこもでも美味しそう。いただきます。ほら、プルプルです。あんこをつけて、もっちもちです。冷たいからお餅っていうよりはお団子っていう感じですね。牛乳を使ってるからかわらび餅よりもちょっと濃厚な感じがしてて私大好きですね。これはもう片栗粉の塊ってことですよね。片栗粉ってこんな風に変化するってすごいですよね。ちょっと形がブサイクなのがね残念ですね。スイートモンみたいな。あんこもよく合ってますね。お塩を入れたんですけど、あんこにお塩入れると美味しいですよね。これ私めっちゃ好きです。私ってね、ほんとお餅とかお団子好きで、夜中とかに無性に食べたくなる時があるんですよ。お餅とかお団子ね。もうでもそういう時にコンビニまで走らなくてもお家に片栗粉があれば作れますね。なんか蜂蜜とかかけても美味しそうやし。美味しいです。本当のお餅みたいですね。片栗粉って何なんだろう植物からできているのかな。プルプルです。私なんかコスパいいと思うんですよね。片栗粉と牛乳で作れるし、もう最悪多分お水でも作れるんですよ。わらび餅みたいな感じになると思います。で、結構腹持ちもいい感じがします。どうかな。でもまだ食べた後を過ごしてないからちょっとわかんないですけどね。でも今食べてる感じでは結構満腹感があるかなっていう気がしてますね。あんこだからさらにある気がします。でもきな粉もあるような気がするしな最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。ミルク餅とっても美味しかったです。しかも作るのが簡単で楽しかったですね。これやったらお子さんとかもね楽しく作りながら美味しく食べることができてめっちゃいいと思います。でもかけるものとかもね、蜂蜜かけたりきな粉かけたり、今回はあんこだったけどいろんなものかけたらまたいろんな食べ方ができると思うし、しかもコスパも良さそうっていうね、最高じゃないですかこれ。まああと栄養面ですね。もうそこもトッピングとかでなんとかなるかもしれません。まあおやつですからね、あんまそこ考えないかな。ミルクわらび餅もちもちでとっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチ